誠にありがとうございます。本日はカリフォルニアとオンラインでつなぎ、ローダイワイングレープ委員会エグゼクティブディレクターのスチュワート・スペンサーさんが、ローダイ地域とそのワインについて詳しく解説いたします。また本日の通訳は高橋よし子さんが務めます。ではまず、カリフォルニアワイン協会北アジア、オーストラリア共同代表の大谷まどかよりご挨拶をいたします。皆様、こんにちは。カリフォルニアワイン協会の大木屋と申します。本日はお忙しい中、ローダイセミナーにお越しいただきまして、本当にありがとうございます。カリフォルニアワイン協会では、2020年から特定の産地にフォーカスいたしまして、多様性を訴求してまいりました。ナパ、ソノマに続きまして、本日、ローダイをご紹介できることを本当に嬉しく思っております。まだまだ知る人ぞ知るワイン産地かもしれませんが、私自身は2018年にこの地を訪れまして、本日皆様にご支援いただきます古木のジンファンデルや3層のブドウ畑にまずは魅了されたことを思い出します。この土地であらゆる品種のワインに遭遇し、高品質でありながら手頃なところがまだまだ知られざるローダイの魅力なのかなと思っています。また、何世代にもわたりまして、このローダイの土地を守ってきた歴史があります。さらには、環境への配慮にいち早く着手しましたのも、ここ、ローダイになります。本日は私が2018年に訪れた際に、大変素晴らしいホスト役を務めてくださいました、スチュワート・スペンサー様をお迎えし、来日は叶わなかったんですけれども、画面越しに、ぜひとも皆様に、ローダイの魅力、そして素晴らしいワインをご紹介してもらいたいと思っています。短いお時間ではございますが、どうか最後までお付き合いください。改めまして皆様方のご参加、心より御礼申し上げます。それでは、ローダイにつなぎたいと思っているんですけれども、実は本日はスペシャルゲストをご用意しております。在大阪、神戸、アメリカ領事館より、リチャード・メイ・ジュニア総領事にご挨拶いただきたいと思っております。名刺よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。聞こえますか？このマスクはちょっと不便ですけど。ただいまご紹介いただきまして、在、大阪、神戸、米国総領事館総領事リチャード・メイです。まずは、米国政府を代表いたしまして、皆様、Taste the Old Vine Wines of Lodi Seminar へようこそ。2年以上も続くコロナ禍にもかかわらず、本日こうして皆様をお迎えして、カリフォルニアワインの支援セミナーを大阪で開催できることを大変嬉しくと思います。カリフォルニアのワイン業界が本日のようなイベントを通じて、カリフォルニアワインの理解を深めるのに役立つ取り組みを継続して提供していることにも感謝しております。残念ながらコロナの影響でアメリカからワインの生産者たちの来販は叶いませんでしたが、こちらのスクリーンよりライブでこの会場とつないでおります。そして何よりカリフォルニアワイン、その中でも今回は魅力がいっぱいのローディのワインに関心を持ち、こうしてイベントにご参加してくださった皆様一人一人に感謝を申し上げたいと思います。今日はセミナーを楽しんでいただくとともに、皆様のビジネスのさらなる飛躍の年となることを
お祈りして、私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。最後は英語の言葉、Please enjoy. And to the participants in the United States, thank you very much. ありがとうございました。年始ありがとうございました。それでは、ローダイの方に場所を移したいと思います。皆様にご紹介させていただきますのが、ローダイワイングレープ委員会エグゼクティブディレクターのスチュワート・スペンサーさんです。Stuart, I'm going to turn this over to you. Okay. Thank you, Madoka, and thank you, Hiro, and thank you all at the California Wine Export Program for putting this event together today. まどかさん、そして CWA チームの皆様、ヒロさん、素晴らしいこのようなステージをご用意してくださり、誠にありがとうございます。And I'd also like to thank all of you in the audience today for joining us to learn about Lodi, California. はい、そして、今日会場に足を運んでくださいました皆様、本当にありがとうございます。It is a very special place, and we are delighted to be here today to share our wines. 今日皆様とこのように、私たちの作るワインを一緒に、テイスティングさせていただくこのような機会を、特別な機会を設けていただいたことを心より嬉しく思っております。As they said, I'm the executive director of the Lodi Wine Grape Commission, and I have the pleasure of representing 750 wine grape growers and 85 wineries here today to tell the story of Lodi. はい、私は先ほどご紹介いただきましたローダイワイングレープ委員会のエグゼクティブ、を担当しております。750の農家、そして85の生産者を代表して、私たちローダイのワインを皆様にご案内させていただきます。Lodi truly is a rising star in California wine, and we are going to taste a few of those wines today and learn a little bit more about this region. ローダイは、まさにカリフォルニアワイン界の新星、ライジングスターと言ってよいでしょう。このローダイのワイン、今日は皆様と一緒にテイスティングしてまいります。The Lodi appellation truly is the backbone of the California wine industry, representing about 20% of all of the California's premium wine grapes. ローダイはですね、このカリフォルニアワイン産業の中枢を担ってきたと言える、非常に重要なワイン産地になっております。カリフォルニアで生産されるプレミアムワインの 20% を生産しております。The Lodi appellation, or AVA, was first established in 1986, but the region has a long history of growing grapes going all the way back to the 1850s when people first came to California. ローダイの AVA ができたのは1986年のことなんですけれども、この地というのはワイン作りの歴史1850年代まで遡ります。この時代、カリフォルニアに多くの人々が、渡ってきた時代です。In 2006, the region was subdivided into 7 smaller appellations that are nested within the larger Lodi AVA, and we will discuss those today. 2006年にこの大きなローダイという AVA の中に公式に7つの小さなサブ AVA が認定されました。これについては一つずつ後ほど詳しくご紹介させていただきます。Lodi is also California's leading producer of all the major grape varieties, including Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Zinfandel, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Petite Syrah, and many, many more. ローダイはですね、カリフォルニアで生産されている主要なブドウ品種、例えばカベルネ・ソービニョン、シャルドネ、メルロ、ジンファンデル、ソービニョンブラン、ピノグリ、プティシラーなどなど、多くのブドウ品種を栽培している産地になります。The region has about 100,000 acres or a little over 40,000 hectares of premium wine grapes farmed by 750 independent wine growers. ローダイの全体のブドウ栽培面積は4万ヘクタールに及びます。これらは小さな750以上ある農家が生産している栽培面積になります。The vast majority of these vineyards are farmed by family operations.
こうした農家なんですが、小さな家族経営で運営されているところがほとんどです。Lodi's signature grape variety is Zinfandel, and we are going to be talking about that today. But it is also home to over 100 commercial varieties grown in the region. 本日のテーマであるジンファンデル、これこそがローダイを象徴するブドウ品種になっておりますが、それ以外にもですね、100種類以上に及ぶワイン用のブドウが生産されております。This incredible diversity of varieties makes Lodi a very exciting place to visit and discover the unique wines coming from the region. でこのような品種だけをとっても非常に多様性のあるロダイ、多くの訪れる人々を魅了し、そしてワインも素晴らしく発見する楽しみのあるワイン産地と言えるでしょう。In addition to our 750 wine growers, there are approximately 85 wineries operating in the region. ローダイにはこの750の農家にと同時に85のワイナリーが運営されております。Many of these wineries are family owned and operated and range from the very small to the very large. でこれらのワイナリーなんですが、非常に小規模な家族経営のところから、ある程度規模のある会社まで様々です。Some of California's largest wineries have operations in the region, including Gallo, Constellation, and Sutter Home. そういったその大規模な企業の中には、有名なガロやコンステレーションといったような企業が含まれます。It is also a place where small vintners from across California come to Lodi looking for incredible quality grapes. そしてカリフォルニア中からですね、ブドウ栽培農家はこのローダイの非常に恵まれた、高い品質のブドウを求めて、やってくる、そういった産地になっております。We're going to start out talking about what makes Lodi special for growing grapes. それではこのローダイの特別な特徴について、これからご紹介していきましょう。Lodi is perfectly situated in the state of California for premium wine grape production. ローダイはカリフォルニア州の、特に品質の高いブドウ生産地として非常にパーフェクトな立地条件に位置しております。There are several key factors that make Lodi an ideal region from growing grapes. それにはいくつかの重要なポイントというのが存在するんですけれども、Lodi boasts a Mediterranean climate with cool, moist winters and dry summers that are characteristic of the region. このローダイはですね、気候分類としては地中海性気候に分類されます。冬は湿度があり、そして涼しい、特徴があります。そして夏は温暖で、乾燥しています。One of the unique things about the region is its position directly east of the San Francisco Bay. このローダイという AVA、サンフランシスコ湾のすぐ東側に位置しています。And as temperatures rise during the growing season, the air is heated and rises up in the air. ブドウの生育シーズンに、気温が上昇し、空気が温められてきますと、冷たい海からの風がサンフランシスコ湾に吹き込みます。As the temperatures rise during the day, cool air is brought in off the San Francisco Bay and directly on the Lodi region. そしてその冷たい空気というのが湾からローダイまで、伝わってくるわけです。This creates a very unique climate that allows for a natural air conditioning to cool down the vineyards in the nights. こういった要因、自然要因から非常にユニークな気候的、特徴というのをこのローダイに、与えておりまして、この海からの風というのはローダイにとっては天然のクーラーの役割を果たします。One of the coldest ocean currents in the world comes off of Alaska and down the coast of California, providing very cold water and cool air to cool the Lodi region.
で、このサンフランシスコの沖ですね、カリフォルニアの沖を流れている、海流、こちらはアラスカから南下する世界でも最も冷たい、寒流なんですね。で、これが冷たい空気をサンフランシスコ湾からローダイの方へと送り込んでくるわけです。The Lodi region also has thousands of miles of waterways just to the west of us. ローダイの、すぐ右側にはたくさんの、何マイルにも及ぶ、水路がこの沿岸部の方へと向かって流れています。Both the cities of Sacramento to the north and Stockton to the south of us are inland seaports with ocean-going vessels coming up through the San Joaquin Delta and unloading cargo in those port cities. ローダイの、北側にあるサクラメント、そして南にあるストクソン。こちらはどちらも内陸の港になっておりまして、海を渡ってきた船舶がですね、この水路を登って、それぞれの、デルタを通り過ぎて、港へとやってきます。All of these riverways are fed by water coming off the Sierra Nevada mountains directly east of Lodi. ロダイのすぐ東にあるシエラネバダ山脈。で、こちらの方からこの川というのは流れております。The Sierra Mountains rise to almost 4,500 meters just east of Lodi. 4,000 meters。はい。失礼しました。シエラネバダ山脈ですね。すぐ東にある山、400メートルですね、の標高がございます。失礼しました。400メートル。4,000 meters。はい。Just sorry. Sorry to interrupt. What was the altitude? Could you say it again? 4,500 meters. 4,500 meters above sea level. はい。4,500メートルですね。はい、失礼しました。Move on. Okay. All of the water and snowmelt coming off of the Sierras meets just west of the city of Lodi. で、この山からですね、流れてくる水や、そして雪解け水というのが、ローダイの町の方へと流れてまいります。Providing ample water and runoff for the region. はい。ですから、非常に水源にも恵まれている土地ということになります。On this slide, you can see the temperatures both high and low during the day and growing season in California's premium growing regions. こちらの表なんですけれども、カリフォルニアの主要なワイン産地の、ブドウの生育シーズンの気温、最高気温と最低気温のを示した表になっております。As you can see, the temperatures between Lodi, St. Helena, and Healdsburg are not that different. ローダイ、セントヘレナ、ヒールズバーク、こういった産地の気温、そこまで大きく差がないということがお分かりいただけるでしょうか。And the big change, the diurnal temperature change from the highs of the day to the lows of the night. で、一日のうちの気温差ですね、日角差、こういったところは注目に値する、ポイントになります。Allow the temperatures to drop at night and the vines to retain their acidity and produce fresh, delicious grapes. なぜかというと、夜間に気温が、低く下がること、これによってですね、ブドウは新鮮に保たれ、鮮やかな新鮮な酸を保ったブドウが、育つんです。We are now going to talk about the 7 AVAs of the Lodi region. それではこれから7つのサブ AVA について一つずつご紹介していきましょう。The original Lodi appellation was established in 1986 and was a very large area. このローダイの AVA は1986年に制定された非常に大きなエリアをカバーする AVA になっております。Over time, we learned that there are many distinct differences across the region that were worth talking about.
そしてですね、長い年月をかけて、注意深く観察してみると、この広いローダイの中に、異なる特徴を持った、土地が見られるということが分かってきました。We will talk a little bit about each of these AVAs in a moment. これらの AVA については、この後すぐにご紹介させていただきます。Before we do, I want to talk about the distinct soils of the area and why they're important to grape growing. その前にですね、このローダイのエリア、非常に多様な土壌の分布が見られますので、こちらについて少しご紹介していきたいと思います。The map on the screen here shows you the soil of the region. こちらのスライドの地図にですね、色分けをして、土壌のタイプが記されています。There are two major rivers coming out of the Sierra Nevada that bisect the Lodi region. シエラネバダ山脈から2つの大きな川がローダイを横断して流れています。The McCullamy River that runs directly through the city of Lodi. マコロミーリバーというのが、ローダイの町を通って流れています。And the Cosumnes River to the north that runs through the region. そしてもう一つはコサムニーズ川になります。Most of the soils were formed by alluvial waters running off of the granitic-rich soils and rock out of the Sierra Nevadas. このシエラネバダ山脈から川を伝って流れてくる、川が運ぶ土壌ですね。そういったその中積土壌には、花崗岩質のもの、そして、石を多く含んだもの、少し赤っぽい色をした土壌が多く見られます。There are a few things I want to point out on this map. この地図、いくつか特徴的なところをご紹介しましょう。The orange area surrounding the city of Lodi is the very sandy soils that wash down from the Sierra Nevadas. まず、このローダイの町を取り囲むように、分布しているオレンジ色の箇所ですね。で、こちらが、シエラネバダ山脈から流れ着いた砂の多い土壌になっています。This is the historic wine growing region of Lodi. で、ここはローダイの中でも非常に歴史の深い、ワイン生産地になっています。And the area where most of our old, own-rooted vines, Zinfandel vines are. この地域というのは非常に樹齢が古い、そして自根のジンファンデルの、木が現存しているエリアです。As we know, the root louse phylloxera does not do well in sandy soils. フィロキセラというブドウの根につく害虫がいますけれども、この砂地の土壌ではフィロキセラは生息できないということがよく知られています。And that is why you still see 100-year-old own-rooted vineyards in Lodi today. そういったところからローダイ、このエリアには樹齢が100年を超えるようなジンファンデルの古木が自根で、生育しているわけです。Another thing I'd like to point out on the map is the yellow stripe towards the top of the map. もう一点ですね、地図の、上の方に向かって、黄色い帯状のエリアがご覧いただけると思います。The Cosumnes River is the only undammed river coming out of the Sierra Nevada mountain. で、ここはシエラネバダ山脈から流れてくる唯一のそのダムのない、コサムニーズリバー川を表しています。And the yellow area indicates recent alluvial deposits. で、この黄色い帯の部分というのは、その川を伝って、流れ着いた中積土壌を表しています。There is one more thing I'd like to point out on this map, and that is the red or pink area. あともう一点ですね、この地図を見て、ご覧いただいて、ピンク色のエリアについてもご紹介したいと思いますが、This is an area of hard or heavier soils with a hard pan or clay level beneath the soil. この一帯はですね、地中に非常に硬い層が、分布しているエリアになります。
Vineyards weren't farmed here until recent developments. で、このエリアのブドウ栽培というのは比較的近年になってから、開発されたものになります。Two things changed. One was the development of deep ripping tractors that allowed you to break through the hard pan and allow vines to get established. で、2つ、ポイントがあるんですけれども、1つ目は、この、非常に硬い粘土の層を、掘り起こすような、そういった、トラクターが開発されたこと。The other was the widespread adoption and development of drip irrigation that allowed these vineyards to get established. で、もう一点は、広いエリアでドリップイリゲーションですね、点滴灌漑。こちらの技術が採用されるようになったことで、このエリアのブドウ栽培を進化させました。These areas tend to have lower, bigger soils than you will find around the city of Lodi. ですから、このエリアというのは、土壌は非常に痩せているということがお分かりいただけると思います。We are now going to talk a little bit about the AVAs of Lodi. それでは、ローダイのサブ AVA をご紹介していきます。The first AVA we are going to talk about is the J-Hant AVA, which sits in the center of the region. でローダイのエリアのちょうど中央に位置しているのがジャーハント AVA です。There are about 3,600 hectares under vine in this region. この AVA のブドウ栽培面積はおよそ3,600ヘクタール。It is a relatively flat area with dissected river terraces and floodplains that have formed this region. で地形は比較的平坦で、川沿いの地形になっております。The area tends to have a sandier clay loam to its soils. 土壌は砂質、粘土質のロームになっています。And it tends to be one of the cooler areas of the Lodi region. ローダイの中でも比較的涼しい気候が特徴です。There are extensive plantings of white varieties in here, including Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, but there are also red varieties grown throughout the area. こちらはですね、シャルドネやビヨニエ、ソービニョンブランといった、白ワイン用の、ブドウ品種が主に栽培されているんですけれども、その他には赤ワイン用の品種も栽培されています。The next AVA we are going to discuss is the Cosumnes AVA. 続いては、コサムニーズ AVA です。The Cosumnes AVA is just north of J-Hant and sits right at the edge of the delta. ここはですね、すぐ、先ほどの J-Hant のすぐ北に、位置しております。There are about 1,300 hectares under vine in this region. ブドウ栽培面積はおよそ1,300ヘクタールほどですね。The name Cosumnes is a Native American term. このコサムニーズという名前なんですけれども、ネイティブアメリカンの言葉です。The word umni, U-M-N-E, translates as people of. この語尾についている U-N-M-E、ウムニーというのは、人々のという意味を表しています。And Kos was the river name, so Cosumnes was people of the Kos River. ですから、このコサムニーズのコスというのは川の名前を表していますので、このコサムニーズというのはコス川の、人々というような意味があります。The region is noted for younger, more moderately fertile soils and recent alluvial deposits. で比較的、土壌は若い、形成されたものになっておりますね。川が運んできた、土壌になっています。With a combination of silt, sand, gravel, and clay across the region. でこのエリア全体に、シルトや砂、砂利、粘土といった、土壌が広がっています。The area is one of the coolest spots in the Lodi AVA as it sits right on the edge of the delta and has a much more marine influence.
はい。で、ここはですね、ちょうどローダイの中では、最も涼しい気候帯になります。デルタに、すぐ近接した場所にありますので、そういったその冷たい、海の風の影響を強く受ける産地です。The next area we are going to discuss is the Alta Mesa AVA. そして続いては、アルタメサ AVA です。There's a little over 2,100 hectares under vine in this region. この AVA のブドウ栽培面積はおよそ2100ヘクタール。Alta Mesa roughly translates as flat or tabletop in Spanish here in California. このアルタメサ、スペイン語が語源になりますが、平らな、テーブルトップというような意味があります。And it is noted for a very flat area about 9 to 40 meters above sea level. で、平坦な、地形をしているわけなんですけれども、標高もそんなに高くなく、9から41メートルぐらいの高さです。They're dense, reddish, gravelly clay loam soils with a very thick hard pan underneath the soil. で土壌は赤みがかった、砂礫ですね。あとは粘土が混ざったロームになっていますが、下の方にですね、非常に分厚くて硬い、地層が見られます。And it was the ability to rip through that hard pan that allowed this region to start growing grapes 30 to 40 years ago. 今から30年から40年ぐらい前に、この、分厚い硬い層を掘る技術が進化したことによって、この地域でブドウ栽培が、進歩してきました。This region tends to be slightly warmer as the delta influence is limited as it extends further away from the rivers. 川から少し離れていることもあって、ローダイの中で比較的暖かい、産地になっております。デルタブリーズの影響が少し届きにくい場所ですね。One of the other interesting facts of this region is that the groundwater is some of the cleanest and purest you will find in California. で、ここの土地の特徴としまして、カリフォルニアの中でも屈指の水質が非常にいいということがよく知られています。And because of that, you find a lot of fish farming taking place in this region as well. ですから、この地域にはですね、魚の養殖場というのがたくさんあるんです。The area is most noted for its red grape varieties. Cabernet Sauvignon, Merlot tend to dominate, but there's also a lot of interest in alternative varieties such as Verdelho, Vermentino, Touriga Nacional, and others. この地域は主に栽培されているのは赤ワイン用のカベルネソービニョンやメルローが、多いんですけれども、それ以外にはですね、オルタナティブ品種、例えばベルデーリョやベルメンティーノ、あとはトゥーリガーといったような、興味深いブドウ品種も、栽培されています。We're going to now move on to the next AVA, which is the Clements Hills AVA of Lodi. 続きまして、クレメンツヒルズ AVA をご紹介します。This is the second largest subregion of Lodi. ここはローダイの中で2番目に大きな AVA になります。There are about 8,700 hectares under vine in this area. ブドウ栽培面積はおよそ8700ヘクタールです。It is noted for its rolling hills and natural woodland environment. 非常に丘陵地帯になっておりまして、また自然の森林がたくさん、ある場所です。It ranges from 30 to 130 meters above sea level. 標高は30メートルから137メートルぐらいに位置しています。One of my growers refers to this as the toes of the Sierra Nevadas. でシエラネバダ山脈のすぐ、ふもとですね、に位置している、栽培家もこちらの、AVA に位置しています。This area is noted for its older and lower vigor soils. 土壌はですね、非常に古い地質の痩せた、土壌になっています。
You will see clay loams, granite, and volcanic clasts through the area. 粘土ロームですね。粘土質ロームや、あとは花崗岩質の、火山性由来の土壌も見られます。The area is warmer and wetter than you see on the west side of Lodi. こちらはですね、気温は暖かい。そして少し雨が多い地域になっています。As you move closer to the Sierra Nevada mountains, you tend to see more rainfall. シエラネバダ山脈に近づいていくにつれて、雨の量が増えていきます。We also tend to see larger diurnal temperature swings in this area as the daytime temperatures are hotter and the nighttime temperatures can often be colder. またこの地域は日角差が大きくなるという特徴がございまして、ですから夜間の気温がしっかりと下がる、日中はしっかりと気温が上がるというような特徴もあります。The colder nights are due to cold air coming down off of the Sierra Nevadas as it settles down in the Clements Hills AVA. この夜間の気温が下がる要因なんですが、シエラネバダ山脈から吹き下ろしの風ですね。こちらがしっかりとそのクレメンツヒルズ AVA に夜間に溜まって、そして気温がしっかりと下がるということになります。There has been a lot of success with red grape varieties in this area, most notably Cabernet Sauvignon, but also Rhone and Spanish varietals. この地域は非常に赤ワイン用の品種で成功している、地域になります。例えばカベルネソービニョンや、ローヌ系の品種、あとはスペインのブドウ品種なんかも、非常に、素晴らしいものが生産されています。There are also a few old vine vineyards in this area, but most of them are in the McCullum River AVA. クレメンツヒルズにも古木ですね、オールドバインの畑が一部見られるんですが、オールドバインのほとんどがマコロミーリバーの AVA の方に位置しております。We are now going to move on to the Borden Ranch AVA. 続きまして、ボーデンランチ AVA をご紹介します。There are about 4,800 hectares under vine in this region. この地域のブドウ栽培面積は4800ヘクタールほどですね。It is an area that didn't see grapevines planted until the 1990s. この地域は1990年頃まではあまりブドウ栽培は行われていない地域です。It is noted for its natural prairie-like environment and rolling hills. 非常に自然豊かな丘陵地が広がるような土地にエリアになっています。There are multiple different hillsides and slope aspects for farming grapes. ブドウ栽培地として非常に変化に富んだ地形ですね。丘陵の各方角に開けた斜面であるとか、そういった丘陵地でブドウ栽培が行われています。And the region rises to about 150 meters above sea level. 標高は150メートルほどになります。The soil is very distinct here compared to what you see in the Lodi proper part of Lodi. はい。で、こちらは土壌に非常に特徴があります。It is noted for very stony cobblestone-like clay loams. 非常に石が多い、粘土質ロームの土壌になっています。As you can see in the soil picture right there on the screen, that is very common to see rocks like that in the soil. こちらのスライドの写真にご覧いただいているように、土の中にこういった大きな石がですね、たくさん混ざっているというのが、この土地の特徴です。Because it is farther away from the delta, you tend to see warmer days and wetter winters. で、デルタからは距離がありますので、日中は非常に暖かくなりますし、冬の間は雨もしっかりと降る場所です。You also tend to see the colder nights as the air comes down off of the Sierra Nevada mountains. やはりシエラネバダ山脈からの冷気のおかげで夜間の気温はしっかりと低くなります。
A lot of the early success in this area has been with the red varieties, predominantly the mainstream varieties of Cabernet Sauvignon and Merlot. でこの地域はやはり赤ワイン用の品種で成功しております。カベルネ・ソービニョンやメルローが主体になります。But we have seen a lot of recent success with white varieties, including Chardonnay and Sauvignon Blanc. 最近では、それに加えてシャルドネやソービニョンブランといった白ワイン用の品種でも非常に成功している AVA です。It is also an area where you see a lot of winery-owned acres by the big wineries in California. であとはですね、カリフォルニアの、大手のブランド、大手の生産者のワイナリーが位置している場所でもあります。The individual vineyards in this area tend to be fairly large. で一つの畑の大きさというのもこの地域は、規模が大きいものがたくさんあります。We're going to move on to the next AVA, which is the Slough House AVA of Lodi. 続いてはスラウハウス AVA です。There are about 3,200 hectares under vine in this region. この地域のブドウ栽培面積はおよそ3200ヘクタール。It's a natural woodland environment that rises to about 180 meters above sea level. 自然なこちらも森林の環境になっておりまして、高いところだと標高が180メートルほどになります。You tend to see older and lower vigor reddish sand, silt, and volcanic clay soils in this area. 土壌は古く、赤みがかった、痩せた、土壌ですね。砂やシルト、あとは火山性の粘土ローム質の土壌なんかが見られます。This area tends to see the coldest winters and also the coldest nights during the growing season. この地域はとりわけ、冬は寒く、そして夜間の気温も低くなります。The marine influence is the least in this area as it is the farthest from the delta, and it tends to see the warmest days during the growing season. ここはデルタから最も離れた場所に位置しておりますので、海の影響というのは、ほとんど届かず、非常に日中の気温というのは高く、日角差も大きくなります。There tends to be more red varieties grown here, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, and others. この地域は赤ワイン用のブドウ品種が成功しております。カベルネ・ソービニョン、カベルネ・フラン、プティベルドといった品種ですね。We are now going to move on to the historic part of Lodi and talk about the McCullummy River AVA. そして、マカロミーリバー AVA、ローダイの非常に歴史のある、ワイン生産地域です。This is the historic part of Lodi's wine growing region with about 17,000 hectares under vine. この地域は非常に歴史が深い、ローダイの歴史を語る上で欠かせない AVA になっております。栽培面積はおよそ17,000ヘクタールに及びます。It's fairly flat and ranges from about 3 to 25 meters above sea level. 地形的には平坦な土地で、標高は3から25メートルほどです。It has very deep alluvial granitic-based soils that have come down off of the Sierra Nevadas. 土壌は非常に深い、中積土壌になっておりまして、やはりシエラネバダ山脈から川が運んできた土壌です。There are no hard pans in this area, and the organically rich Tokay fine sandy loam soils dominate. で、この地域には硬い地層というものはなく、非常に有機物に富んだ都会質ロームというものが分布しています。The climate is cooler here as it sits right on the edge of the San Joaquin River Delta. サンホアキンデルタに、隣接しているというところから、ここはデルタブリーズ、非常に、涼しい風の影響を受けやすい気候です。You also tend to see smaller vineyards in this area. この地域は、一つ一つのブドウ畑の規模は小さいものが多いです。And because of that, there is a great diversity of varieties grown with over 100 different varieties in this area.
この地域だけで、種類でいうと100種類以上、非常に多様性を持ったブドウ栽培地域ということがわかります。But it is also the primary source of Lodi's old own-rooted vines that are based in the McCullum River AVA. このマカロニーリバー AVA にローダイが誇る、オールドバインの自根の、古木の畑というものが多く現存しております。McCullum is also a Native American term. このマカロミーというのもネイティブアメリカンの言葉です。which roughly translates as people of the Mokal River. モカリバーの人々というふうに、英訳されます。Okay, we are now going to start talking about Old Vine Zinfandel and what makes it special. さあ、ではここからはこのローダイを直調づけるオールドバインジンファンデルについてお話ししていきたいと思います。That picture there is of an old vine, own-rooted, planted in 1901. ご覧いただいているブドウの木の写真なんですけれども、オールドバイン1901年に植樹されたものです。As we discussed earlier, there are these old own-rooted vines in Lodi due to the sandy soils. 先ほどもご説明させていただいた通り、こういった古木、オールドバインの木というものは、砂質の土壌に多く見られます。In addition to Zinfandel, there are also some very old plantings of Carignan and Cinsault. このジンファンデルという品種以外には、カリニャンやサンソーといった品種も、現存して、残っています。A few interesting facts about the history of Lodi. いくつかこの歴史的に見たときに興味深い、ことがあるんですが、During our prohibition between 1919 and 1933, when alcohol production was forbidden, wine grapes actually grew in Lodi. 1919年から1933年、これはアメリカの禁酒法の時代なんですけれども、実は禁酒法の時代でも、ローダイのワイン生産、ブドウ栽培というのは成長し続けてまいりました。Someone would ask, why would someone plant a wine grape vineyard when you can't produce wine? ワインが作ることが認められていないにもかかわらず、なぜワイン用のブドウがこの地域で栽培されていたのでしょう。But unlike other parts of California, Lodi had developed routes to the East Coast markets where most of the people lived. 当時ですね、カリフォルニアの他の産地にはあまり見られなかったんですが、ローダイは、東側ですね、アメリカの東海岸、こちらにたくさんの人が住んでいるんですけれども、そちらへの道が開けていたわけです。And instead of selling wine, they started selling grapes for home winemaking. この時代、ワインを作るのではなく、ブドウをこの東部へとのマーケットへと売って生計を立てていたんです。A family was allowed to produce up to 200 gallons, about 800 liters of wine for personal consumption during Prohibition. この時代、一つの、家庭で、自家醸造する、ワインの量、200ガロン、800リットルほどまでは、生産していいというルールになっていたんです。Another interesting fact is that the region grew up farming grapes and celebrated our first grape festival in 1906. また、歴史的にですね、このブドウの収穫祭、そういったフェスティバルを、1906年に初めて、実施した地域でもあります。Our local schools are named after grapevines, and our police cars have grape clusters on their doors. はい。例えば、学校の名前にブドウ品種の名前がついていたり、あとは地元の警察のパトカーの扉にはブドウの絵が描いてあったり、そういったこともあるんです。So growing grapes and making wine has a long, proud history in Lodi. このように、ローダイでは、このブドウ
生産、そしてワイン作り、非常に地域に根付いた歴史を持った地域なんです。What makes old vines special? このオールドワインの特徴の一つとして、One of the key things is they are self-regulating. Their production is less and they more naturally balance themselves out. 非常にその自然の順応力に優れているという点が挙げられます。自然と収量は低くなりがちなんですが、バランスの取れた、その生態系というものを維持する力が、備わっています。They require less intervention in order to produce a balanced crop. 非常にバランスの取れたブドウの実をつける上で非常にその人の介入というものを必要としない、そういった順応力を見せてくれます。They have also evolved with their natural ecosystem and found a more natural balance with their environment. その、土地の自然環境に、自主的に順応する、そういった環境への適応能力というものをしっかりと持っている。これがオールドワインの特徴です。And because of this, they are much more expressive of the site and show vineyard terroir more clearly. そういった特徴を持っているブドウだからこそ、この土地の表現というものをしっかりと、表すことができる、そういったブドウを、の実がつくわけです。They are also living, breathing remnants of California's history that are worth preserving. 私たちがしっかりと守り伝えていくべきカリフォルニアの歴史、それをしっかりと伝えてくれる、そういったブドウの木です。But they are also under threat today. ですが、なかなかその現存するものを残していくということも、厳しい問題点にも直面します。Because they cannot be mechanically farmed and all the work needs to be done by hand. こうしたオールドバインは、畑作業のこの機械化というものが非常に難しい。ほとんどが人の手で手入れをしていかなければなりません。And labor has become very expensive and hard to find in California. カリフォルニアの労働力というのは年々、コストも高くなっておりますし、人手自体を見つけるのもなかなか厳しい状況というのはに直面しています。So the growers need to get a higher price in order to keep these vines in the ground. こうしたオールドバインを後世に伝え続けていくためには、どうしてもそのブドウの価格を高く設定して販売していくということが求められます。We are now going to move on to the tasting portion of the seminar. さあ、それでは皆様お待たせしました。ここからはワインのテイスティングに移ってまいりたいと思います。Before we start, I'm going to tell you a little bit about the wines we'll be tasting. その前にですね、今日テイスティングするワインについて少しお話ししましょう。There are 6 old vine Zinfandels in this tasting. 今日は6種類のオールドバインジンファンデルをご用意しております。3 of them are single vineyard wines and 3 of them are blends of multiple vineyards. 6つのうちの3つは単一畑のブドウを使ったワイン。残りの3つは複数のブドウ畑のブレンドで作られたワインになっております。I'm going to give you each about a minute to taste the wines and then we'll move on to the next one and discuss it. The first wine we're going to taste is the Ironstone Roost Vineyard Old Vine Zinfandel. はい、ここからですね、一つずつテイスティングしていくんですけれども、皆様にそれぞれ1分ずつぐらいテイスティングするお時間もご用意させていただければと思うんですが、最初のワインですが、アイアンストーンのルース・ビンヤードのジンファンデルになっております。So please take a minute to taste this wine and think about any questions you may have for the end of the tasting. はい。それでは1分ほどお時間を取りますので、テイスティング1番のワイン、テイスティングしていただき、皆様のもしよければコメントやそしてご質問なども、この後お受けしたいと思います。
Okay, I'm going to talk about the wine now. それではワインについて解説をさせていただきます。This is the Roos Vineyard, which is a 10-acre vineyard planted in 1909. こちらのワインなんですが、ルース・ビンヤードといって、1909年に植樹された10エーカーほどのブドウ畑のものになります。This vineyard sits in the heart of the Lodi appellation. ロダイ AVA のちょうど中心部に位置しているブドウ畑です。Craig Roos was the former director of winemaking for Ironstone Vineyards and purchased this vineyard many years ago for his home. クレイグ・ルースというこの栽培者なんですけれども、何年も前にこのアイアンストーンのこのルース・ビンヤードを取得しまして、このアイアンストーンのワインを生産しております。One of the unique things of this vineyard is that it is on St. George rootstock. でこの畑の特徴としまして、セントジョージという台木に接ぎ木されたブドウの木という点です。It is uncommon to find 100-year-old vineyards in Lodi on St. George rootstock. でこの100年も樹齢の高い、ブドウの木で、セントジョージの台木に接ぎ木された木というのは非常に珍しい。The vineyard has very sandy soils, and the St. George rootstock has made very vigorous vines. でこの砂質の土壌で、セントジョージの台木を使ったブドウというのは非常に大きく、樹勢が強く育ちます。Ironstone has been making this wine for a number of years, and it is a very classic example of old vine Lodi Zinfandel. アイアンストーンはこのワインをもう何年も作り続けているわけなんですけれども、一つこのローダイのオールドバインジンファンデルのクラシックな、特徴をしっかりと表現しているワインだと思います。The wine is usually aged for about 10 to 12 months in a combination of neutral, small French oak barrels. こちらのワインですが、だいたい10ヶ月間ほど、ニュートラルなもの、そして小さな小樽ですね、フレンチオークで熟成を行います。The vineyard just sits directly east of the city of Lodi, right near the town of Victor. ちょうどそのロダイの町のすぐ東側、ベクターという町があるんですが、その町のすぐ近くにこの畑があります。It is an area known for many small but really old Zinfandel vineyards. でこのエリアには、非常にその規模は小さいんですが、オールドバインのジンファンデルの畑がたくさんある場所です。Okay, we are going to move on to wine number 2, which is the Clinker Brick 2018 Old Vine Zinfandel. それでは続きまして、2番目のワイン、クリンカーブリック2018年のオールドバインジンファンデルです。Please take a minute to taste the wine, and then we will discuss it. それではまた1分ほどお時間を置きたいと思いますので、テイスティングをしてください。Okay, I think we'll start talking about the wine.
はい、それではワインの解説をしていきます。Clinker Brick is one of our family wineries that has been making old vines in going back to 2000. クリンカーブリックは、このオールドバインジンファンデルの生産を始めたのが2000年頃になります。They have had a lot of success and sell this wine all across the country and in many countries around the world. 非常に成功を収めているワイナリーでして、国内だけではなく、海外の輸出でも非常に高い評価を得ているワイナリーです。Their Zinfandel is a blend of 16 different old vine Zinfandel vineyards ranging from 56 to 123 years old. こちらのワインに使用されるブドウなんですけれども、全部で16の異なるブドウ畑、樹齢は56から古いものですと123年にまで及びます。The access to all these distinctive vineyards allows them to consistently produce a high quality Zinfandel. このように、たくさんのブドウ畑へのアクセスができるということは、ブレンドをすることによって非常に品質の高い、オールドワインのワインを生産することが可能になります。There are 3 distinct vineyards that form the base of this blend. 中でも3つの畑がこのワインの、基盤となる、ベースとなる、ブドウを供給する畑があります。The Costa Vineyard, planted in 1900, which still can produce upwards of 3.5 tons per acre, or probably about 7 tons per hectare. まず、1900年に植樹をされたコスタ・ビンヤードですが、こちらは現在でもエーカーあたり 3.5 トン、ヘクタールあたりにすると7トンのブドウを毎年実らせる畑です。The other vineyard is Marissa Vineyard, planted in 1928. もう一つはマリサ・ビンヤードといいまして、1928年の植樹ですね。Which brings a distinct eucalyptus note to the wine. この畑のブドウはワインに、ユーカリのような特徴を与えてくれます。And the third principal vineyard is the Bernie Mettler Vineyard, planted in 1962. そして、1962年に植樹されたバーニー・メトラ・ビンヤードですね。The Clinker Brick Old Vine Zin spends more time in barrels, usually about 15 to 16 months. このワインなんですが、少し長い期間、樽の中で熟成を経ています。And tends to show a little bit more new oak influence. はい、シンダルの影響も少し感じられるでしょうか。15ヶ月ほどの樽熟成になります。We will now move on to wine number 3, which is the Lang Twins 2014 Centennial Zinfandel. 3つ目のワインですが、ランゲツインズのセンテニアル、オールドバインジンファンデル2014年のヴィンテージになります。I'll give you a minute to taste the wine. それではまた1分ほどで、ワインのテイスティングをどうぞ。If everyone's ready, we will start talking about the Lang Twins Zinfandel.
さて、それではワインの解説をしてまいります。The Lang Twins family is one of our larger wineries in the region. ランゲツインズのワイナリーは、ロダイの中でも比較的規模の大きな、家族のワイナリーになっております。They are a family that farms many vineyards for other wineries. で、彼らはですね、その他のワイナリーにもワインを作って供給をしているワイナリーです。But this vineyard comes from a vineyard they purchased grapes from, Charlie Lewis Vineyard, planted in 1903. で、こちらのこちらのワインなんですけれども、1903年に、植樹されたチャーリー・ルイスという畑のものを、ブドウを使っております。He is a longtime family friend and has a wonderful vineyard in which to make Zinfandel from. はい、栽培家とも非常に長いお付き合いのある、関係性を保っておりまして、素晴らしいオールドバインジンファンデルを生産しております。This wine tends to see a longer time in barrels, about 24 months, with new American oak. こちらのワインなんですが、さらに長い期間ですね、24ヶ月間、アメリカンオークで、熟成を行っております。It is a very distinctive wine made in a slightly riper style than the previous two. 最初の2つに比べて、より、熟度の高い、非常に特徴的な個性を持ったワインになっていると思います。The wine also carries the Lodi Rules for Sustainable Wine Growing Certified seal. で、このワインなんですが、ロダイルールズの、認証グリーンシールというものをつけているワインになっています。Lodi developed our own vineyard certification system, the first in the United States, back in the early 2000s. 2000年にアメリカで初めて地域独自のサステイナブルな農業を認証するルールというものを設立しました。The next four wines all proudly display this seal that requires adherence to rigorous standards. 非常に厳格な、厳しいルールのもと認証が行われている制度なんですけれども、残りの4つの、このワインを含めて残りの4つのワインすべてに、認証シールがついています。We will now move on to our next wine, wine number 4, which is the Mettler Family Vineyards 2018 Old Vine Zinfandel. 続いてのワインですが、メトラーファミリー・ヴィンヤーズの2018年エピセンターオールドバインジンファンデルです。I will give you a minute to taste the wine now. それではまた1分ほど時間を取ります。Okay, we will start talking about the wine now. はい、それではワインの解説をしてまいりましょう。The Mettler family, like the others before them that we just tasted, it is one of Lodi's longtime generational farming families. はい。で、このメトラーファミリーもですね、このロダイで長年にわたって、何世代にもわたって、ブドウを栽培してきた歴史ある、農家です。They first settled in the Lodi area in the 1800s, and now the fifth and sixth generation are running their farming operation. 1800年代に、ロダイに、入植しまして、現在5世代目、6世代目が運営している家族経営のワイナリーです。
but the latest generation decided to start making wine and started with this distinctive old vine Zinfandel. で、今、現在の世代ですね、が、ブドウ栽培だけではなく、ワイン作りもスタートさせました。素晴らしいオールドバインジンファンデルのワインを生産しています。This vineyard comes from one of their family vineyards planted in the 1950s. このワインですが、1950年代に、このファミリーが植樹した、古いブドウ畑のものを使っています。The winemaker is Adam Mettler, who was recently recognized by Wine Enthusiast magazine as the winemaker of the year. ワインメーカーをしているアダム・メトラーですが、最近、ワインエンスージアストという、ワイン専門誌のワインメーカー・オブ・ザ・イヤーも取得しています。He was not only making wines for his family, but also as the director of winemaking for Michael David Vineyards. で、アダムはですね、自社の自分の家族のワイナリーで、ワインを作っているだけではなく、マイケル・デイビッド・ワイナリーのワイン醸造家としても活躍しています。This is a very distinctive example of what you will find in old vine zins from this part of the Lodi AVA. で、やはりこのワインもですね、ロダイで生産されるオールドバインジンファンデルの、特徴、ユニークな特徴というものをしっかりと感じられるワインではないかと思います。Okay, we will now move on to the fifth wine, which is the Michael David Freak Show Old Vine Zinfandel. 5番目はマイケル・デイビッド・ワイナリーのフリークショージンファンデルです。I'll give you a minute to taste. それではまた1分ほどお時間を置きます。Okay, we will start talking about the wine. はい、それではワインの解説をしてまいりましょう。Michael David is one of the larger family wineries in the Lodi AVA. マイケル・デイビッド・ワイナリーは、ロダイの中でも規模の大きな家族系のワイナリーです。We can thank them for saving many of the old vine vineyards in the Lodi area. 彼らのおかげで、ロダイの多くのオールドバインの畑が守られているんです。They began with the very successful Seven Deadly Zins, which they sold off a few years ago. 最初はですね、セブンデッドリー・ジェーンというブランド名のワインを生産して非常に成功を収めていたんですが、そのブランドを数年前に売却しました。That wine grew quickly and allowed them to purchase many grapes from many of these old vineyards and keep them in the ground. で、そのワインに使われる、古木のオールドバインジンファンデルですね、小さな農家から購入し続けることで、彼ら農家が生存し続けることができたというわけです。They have more recently focused on their Freak Show brand with its Zinfandel Cabernet and Red Blend. で、その後ですね、このフリークショーというブランドを作りまして、ジンファンデルと、他にはカベルネなんかも生産しています。This Zinfandel is a blend of family-owned vineyards as well as purchased old vine vineyards. このワインなんですが、自社畑のブドウに加えて、たくさんの農家から購入したブドウからも、ブドウもブレンドしてワインを作っています。This one also has other varieties blended into it.
こちらのワインはジンファンデル以外にも、別の品種もブレンドされています。The wine is 8% Petite Syrah and 6% Petite Verdot. 8% はプティトシラ、6% はプティベルドーがブレンドされています。And is in oak barrels for about 18 months. 樽熟成期間は17ヶ月に及びます。Michael David has also done a lot to advance sustainability in California. マイケル・デイビッドはやはりこのカリフォルニアのサステイナブルな農法を推進するリーダーでもあります。They were one of the first wineries in California to pay a bonus to have their vineyards certified. ブドウ畑の農家が、このサステイナブル認証を取ることに対して、ボーナスを出した最初のワイナリーでもあります。This led them to be recognized as the American Winery of the Year by Wine Enthusiast magazine last year. はい。で、こうした功績が認められて、ワインエンスジャスト誌のワイナリー・オブ・ザ・イヤーも取得しています。And this wine is a classic example of a blended old vine Zinfandel from Lodi AVA. でこちらのワインは、ロダイの AVA の中にある複数の、オールドバインジンファンデルの畑のブレンドとして非常に、特徴を表現しているワインになっております。We will now move on to our final wine, the 2019 Oak Farm Vineyards More Fry Ranches Old Vine Zinfandel. はい、最後のワインは、オークファームビンヤーズのモアフライランチズ、オールドバインジンファンデルです。I will give you a minute to taste it. それではまた1分ほど時間を取ります。Okay, we will begin. はい、それではワインの解説をしてまいります。This wine is a single vineyard old vine Zinfandel from More Fry Ranch. モアフライランチという、単一畑のブドウを使ったワインです。It comes from a 7-acre own-rooted vineyard planted in 1945. 1945年に植樹された7エーカーほどの、オールドワインジンファンデルの畑です。More Fry Ranch has 8 separate old vine Zinfandel blocks at their home ranch. モアフライランチというのは、畑の中にですね、全部で8の区画の、オールドバインを、栽培しています。Those range in age from being planted in 1901 to 1946. この8つの区画なんですけれども、古いものですと植樹年が1901年、から1945年の植樹のオールドバインです。The vineyards sit just at the south side of the city of Lodi. ローダイの町のすぐ南側に位置している畑です。And with houses right nearby and Costco warehouse a mile away. コストコの倉庫があるんですけれども、そこの、近くにある畑ですね。So they are in direct threat from urban encroachment. 非常に平坦な土地になっています。But the family is committed to keeping the old vines in the ground. で、このファミリーはですね、非常に努力をして、この古い畑をしっかりと守り抜いています。
They have been farming in California since the mid-1800s and wish to continue farming for another 100 years. 1800年代の半ば頃からずっとブドウの栽培を続けてき、そしてそれを今後も100年とまた続けていくという強い思いを持ったファミリーです。The oak farm, Old Vine Zinfandel, spends about 12 months in barrels. このオークファームのオールドバインジンファンデルは12ヶ月樽で熟成を行っています。It's usually a combination of neutral oak and a little bit of new French oak. 大体は、ニュートラルのオークと新しいオークですね。フレンチオークのコンビネーションで熟成を行います。And this has a classic Old Vine Zinfandel character and a tea leaf-like quality that I associate with Lodi Zin. 私はよくロダイのオールドバインジンファンデルにはお茶の葉っぱのような特徴を感じるんですが、そういったそのクラシックな特徴を感じられるワインだと思います。We are going to now move into our Q&A session, but I'd first like to thank everyone that helped put this together today, all of those at the California Wine Export Program and our translator today for making this all possible. はい、この後ですね、質疑応答のパートに移ってまいりたいと思いますが、ここでですね、改めましてカリフォルニアワインインスティテュートの皆様、今日のテイスティングセミナーをオーガナイズしてくださり、感謝を申し上げたいと思います。そして皆様もご参加くださりまして、どうもありがとうございます。We had originally planned to be there in person, but that was not possible. 本来であれば私も日本へ、実際に行ってですね、皆様と一緒にテイスティングしたかったんですけれども、このコロナ禍でそれが叶いませんでした。But hopefully we brought you a little California sunshine today. ですが、皆様少しカリフォルニアのサンシャイン日光をワインを通じて、そしてこのセミナーを通じて感じていただければ嬉しく思います。So please let me know if you have any questions. Otherwise, I'll make a few final points. はい、それでは皆様の中から、何かご質問、コメントなどございましたらお受けしたいと思います。はい。今日は素敵なセミナーありがとうございました。質問なんですが、ちょっと日本に来られたことあるかわからないんですけども、まず日本でどういう方にこのオールドバインジンファンデルを飲んでいただきたいかっていうところと、あとはアメリカではどういった方がこのオールドバインのワインを楽しまれているのかっていうのをお聞きしたいなと思います。はい、ありがとうございます。Stuart, thank you very much for a wonderful seminar and tasting. I have a question to you. I wonder if you have been to Japan before, but how do you think the Japanese, what do you think that how Japanese people will appreciate and enjoy Old Vine Zinfandel, and also how American people appreciate and enjoy Old Vine Zinfandel in your end? I have not been to Japan. It's on my list. はい、まだ日本には残念ながら行ったことがなくて、もうぜひ、すぐにでも行きたいと思っているリストに上がっています。If I think I understand the question correctly, I think we enjoy Zinfandel at all occasions here in California, both as a standalone beverage and also to accompany casual meals. はい、アメリカでは私たちはオールドバインジンファンデルを、どんなシチュエーションでも楽しんでいるんですけれども、ワイン単体で飲むこともありますし、少しカジュアルな食事をしながら一緒に楽しんだりもします。I think another reason to appreciate it is that it is authentically Californian. また、その理由の一つにですね、非常にもうカリフォルニアらしさをダイレクトに感じられるワインだからということが挙げられると思うんですね。There are great Cabernet Sauvignons made all over the world, including California, but only one place makes Zinfandel. で、世界中にはカリフォルニアも同様に
素晴らしいカベルネソービニョンが、生産されていると思うんですが、もちろんカリフォルニアのカベルネソービニョンも素晴らしいんですが、やはりこのジンファンデルというのはカリフォルニアを象徴する他では見られないワインのスタイルだと思います。Okay, thank you. Thank you. その他ご質問いかがでしょうか。はい、お願いいたします。今日はありがとうございます。ジンファンデルにフォーカスしたということで、ソノマとロダイの違いを話していただきたいのと、私はちょっとビッグなワインが好きなんですけど、ビッグなワインはどちらの方が作りやすい、今後作っていくのかということをお聞きしたいです。ありがとうございます。Thank you very much for the seminar. I am a big fan of big wine. And my question is, so we have tasted all wine Zinfandel focused lineup today. How would you compare the Zinfandel from Sonoma to Lodi? Which appellation would more suitable to produce bigger wine? That is an interesting question, and I will try to answer it. はい、非常に興味深いご質問ありがとうございます。I think one of the things that characterizes Lodi Zinfandel is we tend to have cooler days than they see in the places in Sonoma. Cooler days? Cooler, Nights? yeah, no, the daytimes don't get as hot. ロダイの方がですね、少し、日中の気温が低いという点です。So and the nights don't get as cold in Lodi. ただ、ソノマに比べると、夜間の気温はソノマほど低くはなりません。So the Sonoma Zins tend to have more acidity and tannin, which can, with the higher alcohols, can taste harsh at times. はい。で、ソノマはですね、そういった理由から、やや酸が高くて、で、タンニンがかなりしっかりとしたジンファンデルになると思うんですね。ですから、時に少しアルコール感というものが強く感じられるワインになる傾向があるというふうに理解しています。I think the Lodi Zinfandels tend to be more approachable. Both regions can produce big Zinfandels, though. で、ロダイのジンファンデルはより親しみやすい、特徴を持っているかなというふうに感じるんですが、どちらの、産地でもビッグなワインは作れます。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。お隣の、はい、お願いします。ですね、まず今とちょっと似ている質問なんですけれども、シチリアの、プリミティーボ。これもジンファンデルと一緒だと思うんですけれども、改めてこのロダイとの、明確な感じる違いですとか、はい、そういった特徴を教えていただきたいのと、あとは6番目に試飲した時にクラシックな印象でお茶の香りがすると言ったんですけど、それもクラシックな、作り方の現れる特徴と逆にモダンな作り方で現れる特徴を詳しく説明していただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。So there's two questions to so the first question is, how would you describe the difference of Lodi over Zinfandel to the southern Italy Primitivo? Okay. And another question is, you described that the classic example of the last Zinfandel, you get tea leaf characteristics to the classical Lodi Zinfandel wine. How would you compare or how would you describe the modern style of Zinfandel? Okay, first question is the difference between Old Vine Zinfandel and Primitivo. I think, genetically, Zinfandel and Primitivo are the same varieties. はい、おっしゃる通り、遺伝子的にプリミティーボとジンファンデルは同じ品種なんです。We have done research here in California
and made wines all from different clones of Old Vine Zinfandel alongside Primitivo clones of Zinfandel. カリフォルニアでは様々なその研究というものが行われておりまして、その中にですね、異なるクローンのオールドバインジンファンデルと、プリミティーボのを比較する、そういったリサーチも行われております。In that experience, the Primitivo always stood out as an outlier, tasting different. はい。で、こうしたそのワインの比較で、常にですね、プリミティーボはジンファンデルとは異なる特徴を、持っているというふうに結果が出ております。In my experience, they lack the distinctiveness, the concentration, and the expression of site or terroir that you see in old vines from California Zinfandel. その中で私の経験上ですが、カリフォルニアのオールドバインジンファンデルの方が、その凝縮度という点において、そしてその土地の特徴をしっかりと表すという点において、プリミティブのワインよりも優れていたというふうに記憶しております。The second question was about the classic style versus modern style of Zinfandel. はい。で、次のご質問ですね。クラシックなスタイルのジンファンデルとモダンなスタイルの、ジンファンデルの特徴の違いについてですが。The modern style has tended to emphasize the berry fruit character of Zinfandel. モダンなスタイルのジンファンデルというのは非常にその果実の特徴の部分で、ベリー系の、フルーツの特徴というのが際立って感じられるというふうに思います。Zinfandel, unlike any other variety, really expresses the beautiful California sun we have. で、ジンファンデルというブドウの品種は、その他の品種と比べても、ひときわこのカリフォルニアの強い太陽を表現したワインになるというふうに理解しています。And can make very fruit-driven styles in the modern version. モダンなジンファンデルはその中でもとりわけ果実の特徴が前面に感じられるワインになるのではないかというふうに感じます。Okay. ありがとうございます。はい。では、こちらの男性の方お願いします。今日はどうもありがとうございました。非常に単純な質問ですけれども、今日はオールドワインというふうにいろんな、試飲させていただきましたけれども、このオールドワインですけれども、これをどういうものを対象にオールドワインというふうに表現してるんでしょうか。で、このオールドワインが古いブドウの木であれば、南欧とかアルフィア、ギリシャとか、その辺たくさんあると思うんですけれども、あの辺はあまりオールドワインという言葉を使ってないような気がするんです。またヨーロッパでもそういうあんまりオールドワイン聞かないんですけれども、どういうものを対象にしてですね、オールドワインというふうにおっしゃってるんでしょうか。それとオールドワインの味の特徴はどういうふうなことにあるんでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。以上です。ありがとうございます。Okay, this is going to be a very simple question. So, all wines we have tested is all vine. How would you categorize or how would you define all vine? And so I have to my understanding, I haven't seen any, for example, like Eastern Europe or any European wines describe their wine as all vine. And I would like to hear that what categorize the old vine in your in Lodi or in California. And also, I would like to hear about the distinctive characteristics of the flavor from old wine. Okay. There is no legal definition of an old vine in California. 実はカリフォルニアにはオールドバインを公式に定義するルールは設けておりません。However, we have a historic vineyard society
who has set the age at 50 years. なんですが、実はカリフォルニアにはヒストリック・ビンヤード・ソサエティという、組合の組織がございまして、ここではオールドバインを樹齢が50年以上と定めています。The bankers will tell you at 25 years of age, a vine starts to lose its economic viability. 一般的にブドウの樹齢が25年を超えてくると、経済的になかなかその生産性が悪くなっていくというふうに考えられているんです。There is a small but growing effort globally to start recognizing the value of old vine vineyards. ですが、世界的に現在、このカリフォルニアだけではなく、樹齢の高いブドウの木をしっかりと見直し、価値を高めていこうというような取り組みが広がりつつあります。And we have started working with our colleagues across the globe in promoting these types of wines. ですから、ローダイ、そしてカリフォルニアだけではなく、世界中に現存しているそういった樹齢の高いブドウ、そこからワインを作る生産者と共同で、その価値を高めていくという取り組みも現在行っております。And then I think the second question was about what makes an old vine special. In terms of the flavor. Okay. So because an old vine vineyard tends to produce less grapes, it tends to produce more concentrated grapes. はい、味わいの特徴なんですが、オールドワインになれば、一般的にブドウの収量が下がります。ですから、より凝縮度の高い、ワインができるということになります。So you tend to see more tannin, better acidity, and more concentration of fruit flavor. 風味が非常に凝縮しますので、タンニンもより多く感じると思いますし、しっかりとした質のいい酸が全体を支えているワインになるというふうに理解しております。The crop level can be 20 to 25% less of what a young vineyard will produce. で、若い樹齢の木に比べると、収量というのは20から 25% ぐらいは少なくなります。Because of that, the old vines tend to produce more distinctive wines that also reflect the place more clearly. そういった点からも、オールドワインの方が、よりその土地の個性ですね、テロワールをしっかりとワインに表現できるというふうに考えております。And the old vines do it without as much manipulation as you have to on a younger vineyard. で、若い木というのは何かと手間がかかるものなんです。手入れが必要になってくるものなんですが、オールドワインというのはそういった手入れも必要がない、自然な形でその土地の、表現をしてくれるというふうに理解しています。Okay. はい。ありがとうございます。その他にご質問ございますでしょうか。はい。はい。古木のジンファンデルの魅力が今日とってもよくわかりました。ありがとうございます。で、これからバイザグルスプロモーションのテーマ産地ということで、いろんな飲食店さんはジンファンデル以外のローダイの、ワインも扱うかもしれないので、ジンファンデル以外でこれはローダイだから魅力的だよみたいなものがあったら教えていただきたいというのが一つ。で、もう一つ、お話の中に、新しい動きもあるっていうふうなことがあったので、それはどんなもので、いつから起こったのか、どんなことがきっかけで起こったのか、ということを教えていただきたいです。お願いします。新しい動きというのは、具体的にはそういうふうにおっしゃったと思うんですね。おっしゃってないんだったらいいです。はい。はい。Okay, so there's two questions.
Okay. First of all, I really enjoyed the tasting and got a deep understanding of the old vine Zinfandel from the tasting today. Thank you very much. Would like to ask you that so in Japan, California Wine Institute will promote by the glass and attendees restaurants and bars will list, of course, featuring Lodi, old vine Zinfandel, but also they will select some other grape varieties or wines from Lodi. Would you please suggest distinctive characteristics of wine from Lodi other than old vine Zinfandel? Okay, was that the first question? Yes. So I think what makes Lodi wines distinctive across the board is their approachability. They are very approachable wines. まず、ロダイのワインというのは非常に親しみやすい、ワインが多いというふうに思うんですね。So you tend to see very pretty, beautiful fruit flavors without the harder edges that you can see in some other areas. ですから、他の地域と比べて非常に美味しい果実の風味を感じられるワインがより多いのではないかと思っています。This fruit often in approachability makes them go well with food. そしてこうした果実の特徴というのはお食事と合わせた時も非常に楽しんでいただけると思うんです。Question 2. Sorry, Stuart. Let me rephrase the question. Would you suggest any Lodi wines other than old vine Zinfandel? Like other varieties? Other varieties or styles wine? Yeah, I think the Cabernet Sauvignons coming from Lodi are very delicious. They're very approachable and delicious wines. In addition to the Sauvignon Blancs coming from the area are very refreshing and light. You also maybe find a little bit of Petite Syrah, which can be an interesting variety for Japan. はい、失礼しました。ロダイのカベルネ・ソービニョン、非常に先ほどの説明の通り、親しみやすいカベルネ・ソービニョンなのでお勧めしたいと思いますし、あと白ワインですと、ソービニョンブランがとてもフレッシュで、美味しいワインが見つかると思います。また日本の皆様にはぜひこのユニークなプティシラーという品種のワインなんかも楽しんでいただけたらなというふうに思います。Okay, and also another question is about there is a new wave in the region. If you mentioned about that during the presentation, which I couldn't think of, but is there any new movement in the region you can share with the audience today? Any new movements like what do you mean by new movements? What's new and exciting happening in the area? Yes. Okay. Well, it's a very dynamic area that is always evolving. I think we are starting to see more producers bottling Lodi appellated wines. One. 例えばですね、非常に様々な変化が起きている産地だなというふうに思うんですけれども、近年ではロダイの AVA を表記したワインを、リリース生産者が増えてきていたりしますね。I think another interesting thing is that because Lodi has all these old vineyards as well as an incredible diversity of varieties, it is attracting many new winemakers to the area. はい、またですね、非常にたくさんの種類のブドウ品種を、生産可能、栽培可能で、実際に生産されているところから、そういったその多様性を求めて、多くの若い、ワインメーカーがこのロダイに注目し、ワインを作るようになっていると思います。Lodi grapes are a little more affordable, and this allows young winemakers to start their own wines with Lodi vineyards.
で、ロダイの、ブドウの価格というのは、その他の、産地と比べると比較的、リーズナブルなので、若いワインメーカーが自分のワインを作るときに、アプローチしやすい産地にもなっているのではないかと思います。I also think the diversity of varieties makes it a very exciting region to visit. はい、Go ahead. ブドウ品種の多様性ですね。これ本当にたくさんの種類の品種が生産されているというのはエキサイティングな産地だというふうに思います。We are growing everything from Albarino to Zinfandel. アルバリー量なんかも生産しているんです。Okay. はい。では、もうそろそろでお時間となりますので、ご質問は以上とさせていただきたいと思いますが、どうしてもという方、どなたかいらっしゃいますか？よろしいでしょうか？はい。Okay, so Stuart, would you like to summarize and finish off your presentation? Would I like to summarize my presentation? Yes. Well, we will be finishing the seminar soon, so if you'd like to add a few words to the audience. Okay. Well, in conclusion, I'd like to thank everyone for sitting through this tasting. I am sorry I couldn't be there today in person. I would have loved to have been there. はい、最後になりますが、改めまして、本日は皆様ご来場いただきまして、そして、このロダイのテイスティングをしていただき、ありがとうございました。本来であれば私もこの場に、ぜひ行きたかったのですが。You are all welcome to visit us here in California someday too. ぜひ皆様、カリフォルニアにもぜひ足をお運びください。I think Lodi truly is a rising star in California wine. 本当に冒頭にも申し上げましたが、ロダイはカリフォルニアワイン業界にとってのライジングスターだと思います。And with an incredible diversity of varieties, these incredible old vineyards, and an exciting dynamic community that is welcoming and wanting to share them. で、非常に多様性のあるブドウ畑、そして、オールドバイン、またそういったブドウを生産しているたくさんの農家ですね、コミュニティが皆様を、お待ちしております。And thank you all at the California Wine Export Program for helping put this together today. そして、改めましてカリフォルニアワインインスティテュートの皆様、今日のセミナーを、企画運営してくださりありがとうございました。感謝申し上げます。Thank you. Thank you very much. それでは皆様どうぞ、スチュワートさんに今一度大きな拍手をお送りください。Thank you very much, Stuart. ありがとうございます。なお、現在5階でですね、試飲会場ではローダイワインの特別試飲コーナーを設けております。そちらにも、ぜひお立ち寄りいただきまして、これ以外の、様々なローダイのワインをぜひこの機会にご試飲をいただければと思います。また本日のプレゼンテーションの資料ですけれども、事前に、直前にですね、ダウンロードをしていただいた方も、いらっしゃいましたけれども、ぜひ、お手元のグラスマットにございます QR コードがあります。そちらをスキャンしていただけますと、アンケートの方に進みます。そちらぜひご協力いただけましたら、その後に、プレゼンテーションがダウンロードできるようになっておりますので、ぜひこちらご協力いただけますようお願いいたします。また、本日ご試飲いただきました6本のワインの、ボトルの方、こちらの、前の方に、陳列してございますので、お写真ですとか、撮影なさる方、少しずつご配慮いただきながら、速やかに、行っていただけたらと思います。また、今年も、毎年恒例となっております、カリフォルニアワインバイザグラスプロモーションですけれども、4月から5月にかけて実施をされます。こちらの3回の第一次締め切り日ですけれども、来週の金曜日の3月18日を予定しております。今年のこのプロモーションでは、優秀店の6店舗の他に、今年のテーマ産地であるローダイ産のワインの、販促に最も注力された2店舗に
別途、ローダイブロワーズ賞が授与されますので、ぜひ、両院店の皆様はふるってご参加いただけますようお願い申し上げます。こちらのプロモーションの詳細ですとか、参加登録の方などにつきましては、試飲会場の入り口のところで、お配りいたしました案内書の方に同封しておりますので、そちらの方をご確認いただければと思います。何かご質問がございましたら、受付の方にもどうぞお立ち寄りください。それでは以上をもちまして、ローダイオールドワインを知る試飲セミナーを終了させていただきます。本日はご参加誠にありがとうございました。